おうちの家庭菜園です。今回はきゅうりの苗作りと植え付けです。今年も自分で苗を作り、いい苗が作れました。これで苗作りの方法はほぼ確立したように思います。さあ、どんな感じになったのか見ていきましょう。3月3日、種まき当日です。種まきをするにあたり、事前に芽出ししておきました。一晩種を水に浸してから、水に濡らしたキッチンペーパーかティッシュペーパーで種をくるんで保管します。そして25度から30度で保管します。そうするとこのように芽出しができます。こちらを土に植え付けます。すみませんが、植え付ける動画は撮影し忘れてしまいました。種まきから7日後、一つの株できゅうりの芽が出てきました。なかなか芽が出なかったので心配していましたが、なんとかなりましたね。この調子で他の株も芽が出てくれるといいんだけど、発芽するには温度が必要。私の住む地域では3月の気温がだいたい5度から10度前後。きゅうりが発芽するには温度が足りないので室内で管理します。すでに芽出ししているので20度ほどあれば芽が出てくるはず。天気が良ければ日の光を当てつつ管理していきます。種まきから10日後、他の株も双葉が出てきました。これで一安心ですね。ここまで来ればしっかり光を当てていれば枯れることは少ないです。双葉に光を当てると徒長対策になるので、しっかり光を当てて育てていきます。小さな棚に白色の LED をつけた棚を作ったので、その棚で管理していきます。種まきから27日後、本葉が出てきました。5株植えて3株成功したので、発芽率は 60%。2年目の種なので、この程度の発芽率ならいい方でしょうか。欲を言えば4株は成功したかったのですが、仕方ないですね。私が使うのと両親にあげる分を考えると少し足りないので、第2弾の苗作りも始めます。こちらの方は裏の作業でやっておきますね。きゅうりの苗は5株程度は欲しいところです。種まきから31日後、ついに4月になりました。本葉が大きくなり、さらに葉が出てきましたね。ここまで来れば枯れることはないはず。室内管理と天気がいい日に外に出して日光浴で管理します。追加で種まきした株も発芽してきましたね。こちらもだいたい4日程度で発芽。いい感じです。あとは本葉が出てくるまで気が抜けませんが、同じように管理をしていきます。種まきから42日後、ご覧ください。最初に種まきした株がもうプランターに植え付けできるくらい大きくなりました。これだけ大きくなれば去年よりも早いですが、プランターに植え付けして大きく育てられますね。上の2株はミニトマトの苗。今年はミニトマトがなかなか発芽せず苦戦しましたが、4株はできそう。2回目の種まきしたきゅうりは小さな本葉が出てきましたね。ここまで来れば一安心。4月は暖かくなったり寒くなったりと天候が変わりやすいので気が抜けません。しっかり管理していきます。種まきから45日後、きゅうりをプランターに植え付けます。植え付ける苗はこちら。市販されている苗と同じくらいかちょっと小さいサイズ。とはいえしっかり本葉が3枚から4枚ありますので、植え付けにはちょうどいいサイズです。こちらもいいサイズですね。左の葉に点々がついていますが、これは病気なんでしょうか。
肥料不足なのか分かりませんが、活斑病に見えます。活斑病ならカビが原因らしく、排水性を良くする、風通しを良くして加湿を避けるのがいいようです。今年のキュウリのプランターは不織布のプランターです。去年は市販の培養土を買ったので、そのまま袋栽培をしていました。ですが、今年は不織布のプランターで再生した土を使います。毎回培養土を買うわけにもいかないので、一度買った土を再生できればコスパが良くなりますよね。そういう意味で、今回は再生した土でチャレンジしてみます。毎度おなじみの元肥です。今回はマイガーデンの元肥用を使います。不織布のプランターに直接土を入れているので、プランターいっぱいに土を入れると混ぜにくいです。そのため2回に分けて元肥を入れます。入れる量は表面にさらっとかかる程度。遅効性の肥料なので若干多くなっても問題ありません。今回不織布のプランターを使う理由は、通気性がいいことと、使い終わったら片付けるのがとても楽になることです。デメリットは通気性がいいので乾きやすいこと、数年で不織布がダメになることです。とはいえ、プラスチックのプランターを買うよりはとても安いので、お試しで使ってみます。2階の元肥をしっかり混ぜたら、きゅうりを植え付けていきましょう。まずきゅうりを植える部分を決めます。次にきゅうりを植える場所に穴を掘って仮置きして深さを決めます。大丈夫そうなら苗を容器から取り出します。取り出すときは根元を手で押さえて容器をもみもみすると簡単に容器が取れます。真っ白な根が生えていて具合は良さそう。植え付けたらしっかりと押さえて密着させます。後から水を与えますが、ひとまず植え付け完了。再生した土でうまくいってるのかを確かめるために、もう一つの株は市販の培養土を使って植え付けます。市販の培養土と同じくらい再生した土でも育ったら、再生した土でも問題ないことが分かりますよね。やり方は先ほどと同じ。不織布のプランターに培養土を入れ、元肥を2回に分けて入れていきます。市販の培養土の方が土がしっとりとしていて保水性が良さそうな感じ。再生した土も保水性を上げる工夫が必要だったかも。同じ作業が続きますので倍速でお送りします。不織布のプランターの端はこのような感じで折り返します。お次はきゅうりの植え付ける位置決め。苗を置いて大体の場所を決めます。穴を掘って深さの調整です。大丈夫そうなら苗の根元を指で押さえて容器をもみもみ。こちらの苗は先ほどよりも根が少なそう。特段大きな影響はありませんが、苗によって成長具合が違いますね。植え付けたらしっかりと土と密着するように押さえます。4月はまだまだ寒い日もあるので、安穏仕立てで育てていきます。コメリでこのような資材が100円でありましたので買ってみました。植え付けは簡単で、棒を刺して袋をかぶせるだけ。これで寒い日でも保温性を確保できますし、虫対策にもなるんだとか。ある程度透明な袋でやるようにしましょう。もう一つの株も安穏仕立てにしたら水を与えます。不織布のプランターが25リットルなので土の量が多いです。そのため与える水の量も多いので、プランターの底から水が出るまでしっかりと与えましょう。植え付け完了したきゅうりがこちら。左が再生した土を使っていて、右側が市販の培養土を使っています。同じぐらいの収量になるのが理想ですが、どうなるのか。
また不織布のプランターでキュウリ栽培も初めてなのでどうなるのか楽しみですね。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。おうちの家庭菜園ではベランダでできる家庭菜園の動画を投稿しておりますので、よかったら他の動画もご覧ください。それではまた。